皆さんこんにちは、まなみです。今回はこちらのヘラのブラッククッション、リニューアル前のものとリニューアル後のものをレビューしていきたいと思います。その前にですね、今使っているクッションファンデーション、ローラメルシエのものなので使っているファンデーション違うんですがご了承ください。ということでリニューアル前のものからご説明させていただこうと思うんですが、こちらブラッククッションの SPF34PA2 プラスで6色展開になっていて、私は23番のベージュを購入しました。薄付きで密着してくれてダブルラスティングレイヤーで膜を張るので長時間綺麗な状態を保てるっていうのと、あとマットフィニッシュジェルっていうのが入っているのでセミマットな仕上がりになるそうです。こちらの新しい方はですね、アジア人2000人の肌色データをもとに設計されたカラー展開だそうで8色展開になっていて、私は 23N1 のベージュを購入しました。これが旧バージョン23号ベージュと同じと言われているので、同じカラー同士でリニューアル前と後のものを比較していきたいと思います。レイヤーレスマットテクスチャーで塗っている感じがしないほど薄付きなのにしっかりカバー、24時間以上持続してマスクへの色移り防止効果が 94% もあるそうです。で、肌にフィットするパフ、従来のフローラルの香りにムスクとウッディを加えた香りになっているそうで、あとは3レイヤーフィルムって言って大きさの異なる3種類の粒子を配合しているので肌の凹凸にフィットというふうに書いてありました。パッケージも変わっていて、こちらリニューアル前のものなんですが、ここを押して開けるタイプになっているんですが、リニューアル後のものはマグネット式になっています。匂いも確かに結構強いんですけれども、個人的には昔のものの方が私匂いは好きなんですが、新しいものの方が好きっておっしゃってる方は多いのかなっていうのが口コミを読んでて印象を受けました。確かに最近のクッションファンデーションだとこのリニューアル後のものの匂いが多いかなっていう気はしますね。これは個人差があると思うんですが、ただ匂いが強いっていうのは参考にしていただければなと思います。色味を比較するとこんな感じで、若干リニューアル後のものの方が明るいかなっていう感じはあるんですが、でもそこまで気にならない程度で塗ってしまえば同じなので特に大きな差はありませんでした。ということで塗っているところからご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますのでご覧の際はご注意ください。こちらの左側にリニューアル後のものを使って、右側はリニューアル前のものを使っていきたいと思います。こちら右がリニューアル前で左がリニューアル後のパフなんですが、右側のリニューアル前の方がふわふわしているかなと思います。リニューアル後の方が少し薄めで、よりファンデーションが密着するように作られているのかなと思いました。で、確かにリニューアル前の方が塗っている感はよりあって、新しい方が密着している感じはあります。で、保湿感のあるクッションファンデーションだと角栓がそこまで目立たないものもあるんですが、こちらはセミマットタイプなので少し目立つかなっていう印象を受けました。まずはリニューアル前のものを塗ってみたんですけど、こんな感じでカバー力はしっかりありますね。最近毛穴の調子が悪いんですけど、毛穴を埋めようと思うと少し毛穴落ちしてしまうかなっていう感じはあるので、見えている毛穴はあるんですが置いておきたいと思います。次はリニューアル後のものを塗っていきます。塗り終わりました。リニューアル後のものの方が薄付きなのかなと思ったんですけど、結構しっかりカバーはされているかなと思います。アップでお見せしていきます。でもおそらく半分半分違うファンデーション塗っているっていう風に自分から言わないとわからないんじゃないかなっていうぐらい差はあまりないです。頬と鼻は少し差が出たかなと思うんですけど、新しいものの方が綺麗に仕上がったかなっていう感じがします。新しいものは結構隠すのが楽だったんですが、リニューアル前のものは少し毛穴が開いているところが見えるので、毛穴のカバー力的には新しいものの方が個人的には好きだなと思います。
触ってみたら両方しっとりはしてるんですけど、見た目的に言うとリニューアル後のものの方が少しマットな感じはあるかなと思います。私はリニューアル後のものの方が好きなんですけど、これから7時間検証して崩れ方だったり毛穴落ちだったり皮脂の出方を見ていきたいと思います。こちら3時間後の動画です。全体的に皮脂は少しずつ出てきていますが、おでこはリニューアル前と後で差は感じられなかったです。頬と鼻も少しツヤっとした感じはあったんですけれども、リニューアル前の方が特に鼻の皮脂がブツブツ出てきていました。これは私の肌質のせいではあるんですけれども、塗った直後に鼻の角栓が目立っている感じがあったんですが、時間が経つにつれて頬の角栓も目立ってきたかなと思います。こちら5時間後の動画です。おでこも皮脂がプツプツ出てきていました。まだマットな感じに見えるかもしれないんですけど、角度によってテカっている風にも見えたので、皮脂がそこまで出なさそうだなと思っていた分、少し驚きました。こちら7時間後の動画です。5時間後よりも皮脂が出てきていました。両方鼻周りなどはテカリがあったんですけど、リニューアル後の方が皮脂の出方は少ないかなっていう気がします。ただ両方とも意外と皮脂は出るなっていう感じだったんですが、少しティッシュで押さえると元通りになって特によれたりっていうのはなかったので、結果的には持ちはいい方と言えるのかなとは思います。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。日焼け止めはこちらの試供品を使っていきます。ビオレ UV バリアミミネラルジェントルミルク SPF50 PA3 プラスです。紫外線吸収剤不使用の日焼け止めが欲しいなと思っていて、こちらの商品のサンプルが LINE の友達登録で先着1万名にプレゼントということで申し込みました。まだ配布しているかはわからないんですけれども、一応概要欄にリンクを載せておきますね。こちら紫外線吸収剤、アルコール、パラベンフリーで保湿成分も入っているウォータープルーフの日焼け止めで、アレルギーテストとノンコメドジェニックテスト済み、匂いはほのかな石鹸の香りだそうです。髪の毛の約40分の1サイズの PM2.5 の微粒子が肌につかないっていう風に書いてあって、全て防げるわけではないそうなんですが、チリとか花粉からも肌を守ってくれるような日焼け止めの処方になっています。若干トーンアップする日焼け止めで、私はトーンアップする日焼け止めそこまで好きではないんですが、すごく白くなるっていうわけではないので、カバー力がある程度あるファンデーションを使う前であれば、この日焼け止めは使えるなっていう感じです。はい、塗り終わりました。こんな感じです。セミマットに見えるんですけど、肌を触ってみると完全にサラサラではなかったので、パウダーをしていきたいと思います。パウダーはイニスフリーのノーセバムブラーパウダー N を使っていきます。パウダーを塗り終えたので、こんな感じでサラサラの肌になりました。やはり若干毛穴が埋まっていないところがあったり、角栓が目立っていたりするんですが、このままマスク検証していきたいと思います。こちら6時間半後の動画で4時間ほどマスクを着用していました。おでこは綺麗なままだったんですけど、頬と鼻はどちらも毛穴落ちしてしまいました。で、顎の赤いニキビが成長していたので、少し肌に負担はあるのかなっていう気はします。あと皮脂が出やすい方だとパウダーを重ねるとベタつきもそこまで出ないので、これからの暑い時期には良さそうだなと思いました。で、こちらのクッションファンデーションなんですけど、リニューアル前と後どちらも共通してセミマットでカバー力高めなのと、皮脂は出るんですけどよれたりしなかったので、持ちがいいのはポイントが高いなと思いました。さすが人気の高いクッションファンデーションだなっていう感じです。あとリニューアル後のものは密着度が高いので、これから購入検討されている方には新しい方をおすすめしたいなと思います。
ただ角栓が多い時に使うとセミマットなので少し目立つ感じはあるっていうのと、鼻の皮脂は出てきたのでこまめにティッシュオフするのがいいのかなと思いました。あとマスクをつけると毛穴落ちしないクッションファンデーションってほとんどないんですが、こちらも例に漏れず毛穴落ちしてしまいました。あと顎のニキビが悪化していたので、私みたいなニキビができやすかったり悪化しやすい肌質の方だと肌の調子がいい時に使った方がいいのかなっていう気がします。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。